もし越えられない壁にぶつかったら。律詩編第17話で善逸は一つのことを極め抜くという答えを見つけました。しかし第18話で待っていたのは伊之助にとって初めて越えられない壁との出会いです。これまで猪突猛進でどんな敵にも立ち向かってきた伊之助でしたが、この時で初めて死を意識するほどの恐怖を味わいます。第1章。善逸が雷の呼吸、一の型、霹靂一閃、六連を放ったその頃、炭治郎は遠くから雷が落ちたような轟音を耳にします。しかし、月が赤々と照り、雷雲はどこにもありません。何かが起きていると感じた炭治郎は、音のした方へ向かうことを決め、怪我をしている伊之助に下山するんだと声をかけました。しかし伊之助は、怪我なんかしてねえと反発します。そんな二人の前に現れたのが少女鬼でした。伊之助は迷わず切りかかりますが、少女鬼は、お父さんと呼び寄せます。炭治郎は水の呼吸、二の型、水車で迎え撃ちますが、その刃は大鬼の腕を切ることができません。さらに伊之助も応戦しますが、その力は全く通じませんでした。炭治郎は木を切り倒して大鬼の動きを止め、水の呼吸、十の型、聖セイル天で勝負をかけます。しかし、その一撃も届かず、相手の反撃によって炭治郎は戸建ての向こうへ吹き飛ばされてしまいます。伊之助死ぬな。そいつは十に気づきだ。俺が戻るまで死ぬな。その言葉だけを残して、炭治郎の姿は森の奥へ消えていきました。第2章。炭治郎と離れ離れになった伊之助は、一人で大鬼に立ち向かいます。2本の日輪刀を組み合わせ、大鬼の右腕を切り落とすことに成功しました。両手の刀を振り回し小躍りする伊之助になぜか鬼が背を向けて走り出しました。大鬼の逃げ足は速く、暗い森の中であっという間に見失ってしまいます。焦った伊之助が癇癪を起こしながら辺りの気配を探ると、大鬼が大きな木に登り、太い枝に両手両足でしがみついていました。切られた右腕が再生し、体を小刻みに震えたその時、大鬼が脱皮をし始めました。より大きく、より強い姿へと変貌した姿を目の当たりにした伊之助は、生まれて初めて殺されるという恐怖を感じました。これまで猪突猛進で数々の鬼を倒してきた伊之助でしたが、自分の力ではどうにもならない相手がいることを、この時初めて知ったのです。恐怖で足がすくみかけたその時でした。炭治郎の俺が戻るまで死ぬな。という叫びと、藤の家のおばあさんのどのような時でも誇り高く生きてくださいませ。ご武運をという言葉が伊之助の脳裏によみがえります。炭治郎や藤の家のおばあさんから受け取った優しさは、伊之助自身も気づかないうちに少しずつ心に刻まれていました。だからこそ伊之助は恐怖から逃げることなく、もう一度鬼へ立ち向かいます。しかし、その決死の一撃も届きません。日輪刀が折られ、首をつかまれ、死を覚悟したその瞬間、走馬灯のように映し出されたのは、ごめんね、ごめんね、伊之助と涙を流す一人の女性の姿だったのです。第3章。鬼に首をつかまれ、伊之助はついに死を覚悟したその瞬間でした。一人の男の柱が現れると、人たちで相手の腕を切り落とします。鬼はすぐに腕を再生させ、男の柱へ襲いかかります。しかし男の柱は顔色一つ変えることなく、水の呼吸死の型、打潮を繰り出しました。次の瞬間、鬼はバラバラになりながら、塵になりました。その圧倒的な強さを目の当たりにした伊之助は、その場にへたり込んでしまいました。まとめ。律詩編第18話は、伊之助にとって初めて越えられない壁と出会った1話でした。
これまで猪突猛進で戦い続けてきた伊之助も、大鬼を前に初めて死を意識するほどの恐怖を味わいます。それでも伊之助は逃げませんでした。その背中を押したのは、炭治郎の叫びと藤の家のおばあさんの言葉でした。第14話や第15話で描かれたほわほわになった気持ちは、ただのギャグシーンではありません。人の優しさに初めて触れた伊之助だからこそ、その言葉を思い出し、もう一度立ち上がることができたのです。そして最後に目の当たりにした柱の圧倒的な強さ。第18話は、伊之助が強さだけでは乗り越えられない壁と向き合い、人とのつながりの大切さを感じさせてくれた一話だったのではないでしょうか。このチャンネルはテレビアニメ、鬼滅の刃から違和感と発見を掘り下げる動画を配信しています。毎週日曜10時に更新していますので、よろしかったら高評価とコメント、チャンネル登録をして、通知のベルマークを押して、次回の動画をお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。